どうもカイです。今回は教養シリーズです。大人気漫画のゴールデンカムイが実写映画化しましたが、明治末期のアイヌや北海道の様子をかなり参考にして作られていて、カイ自身も好きな作品です。ゴールデンカムイが面白い理由の一つとして個性的な登場人物が挙げられますが、彼らには実際にモデルがいることも分かっています。今回はそんなモデルたちから知られざる日本の近代史を紹介できればと思います。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。まずは物語の前提となる北海道の黄金伝説について説明させてください。ゴールデンカムイは主人公杉本が砂金探しをしているところから始まりますが、実際に北海道は金が取れることで有名でした。江戸時代になると蝦夷地に松前藩が置かれましたが、その頃には大量の砂金が見つかってました。しかし1669年の釈迦院の乱以降、倭人が蝦夷地に入ることはご法度で、砂金を取ることはできませんでした。状況が変わったのが、北海道への入植が許された明治時代以降で、多くの日本人が金を求めて道内各地に移住し、北海道はゴールドラッシュに沸きました。1900年には日本史上最大の砂金が発見されてます。ゴールデンカムイの舞台は明治末期なので、まさに北海道は一攫千金の場として人々に認知されていた時期と考えられます。作品に登場するアイヌの黄金伝説は作者の作ったフィクションではありますが、金がたくさん取れた北海道を考えると信じたくなるリアリティがあります。ちなみに現実世界の話をすると、次第に金は取れなくなり、1970年代には数多くの鉱山も閉じられました。ただ、今でも未発見の鉱脈があると信じ、砂金を探している人もいるそうです。それでは本題のモデル考察に入りましょう。まず最初は主人公杉本です。日露戦争をはじめ致命傷を負いながらも必ず生き残ることから不死身の杉本と言われた彼ですが、モデルは不死身の分隊長船坂博と言われています。1920年に生まれ、陸軍軍曹として太平洋戦争を戦った軍人です。パラオで太ももに重傷を負った際、軍医が諦めて見捨てるも数キロ張って自陣に戻る。全身20カ所以上に砲弾の破片が食い込んだ状態で米兵に突っ込む。そして首を撃たれながらも生還する。重傷ながら米軍の収容所を抜け出し、飛行場を爆破しようとするなど、彼にも杉本に負けてないくらい数多くの逸話が残されています。また2006年まで生きていたようで、まさに不死身の方でした。個人的にも直接話を聞いてみたかったなと思いますね。2人目は脱獄王白石義武です。作中通してコメディタッチで描かれ、主人公たちと行動する白石ですが、彼のモデルは昭和の脱獄王白鳥義恵と言われています。1907年生まれの白鳥は看守から厳しい扱いをされるたびに脱獄し、網走監獄を含め4つの刑務所から逃亡しました。また白石と同じく全身の関節を外す能力があり、頭が入るスペースがあれば意図的に脱臼させて脱出できました。そのためたびたび新聞にも取り上げられ、国民の人気が高かったと言われています。4回目の逃亡以降、最後は府中刑務所に入れられましたが、以前よりいい扱いを受けたためか、彼は逃げることなく刑期を終えました。そして出所後は建設作業員として働いて、1979年まで生きていたそうです。キャラ的にも白石のように憎めないところがあったのかもしれないですね。3人目は腐敗の牛山です。最強の柔道家として登場する腐敗の牛山にもモデルはいて、それは伝説の柔道家牛島達熊と言われています。1904年に生まれた彼は圧倒的な強さと気の荒さから鬼の牛島と呼ばれていて、その練習スタイルも大木への体当たり、60キロのローラーを引いてランニングなど超人的なものでした。試合前日にはすっぽんの血、当日はマムシの粉を摂取して、試合開始の合図と同時に突進するスタイルで対戦相手を震え上がらせたと言われています。もちろん本人の気迫もそうなんですけど、こういった逸話を聞かされた相手からしたら、対戦前からビビることは間違いないかなと思います。4人目は熊岸長安です。作品の中では偽札を吸って捕まった売れない画家として登場してますが、彼のモデルは藤田組偽札事件を起こした熊坂長安と言われています。
この偽札事件は1878年以降、政府の金庫から次々と偽札が見つかって、大阪の商社藤田組に偽造の疑惑がかかった事件です。はじめは藤田組の幹部が逮捕されたのですが、証拠不十分で釈放され、代わりに熊坂が逮捕されました。彼は日本画家であり、知識人として有名だったんですが、偽札を作ったと自白して収監され、そのまま刑務所で亡くなりました。しかし熊坂の供述には不可解な点が残っていたことから、現在では冤罪の可能性も指摘されています。ゴールデンカムイでもかわいそうな役という印象がありましたが、モデルも良き最後を迎えていないという点では同じかなと思いました。最後は家長かのです。家長は一度宿泊したら生きては出られない札幌世界ホテルの経営者として知られていますが、このモデルは19世紀のアメリカのシリアルキラー H.H. ホームズと言われています。彼は資産家の娘や未亡人を口説いて財を築き、シカゴの街にザ・ワールズ・フェアホテルを建てました。そしてそのホテルは札幌世界ホテルと同じく危険な仕掛けに溢れていました。全室を行き来できる秘密の通路、落とし穴が仕掛けられた部屋、拷問や解剖道具完備の地下室などが存在し、200人以上が犠牲になったと言われています。それも狙われたのは裕福な美女だらけだったとか。最古としか言いようがないですね。ちなみに事件が発覚した直後、ホテルの内部は火事で焼けました。誰が火をつけたかは現在でも謎に包まれているそうです。今回はゴールデンカムイに登場したキャラクターのうち5名を取り上げ、そのモデルや時代背景を考察しました。回も編集しながら思ったこととしては、ゴールデンカムイの魅力の一つは、実際の歴史がこの作品にリンクしていて、物語がスッと入りやすいことにあると思っています。自分にとってもこの動画を作れてよかったなと思いました。また、情報量の関係でどうしても取り上げられなかったんですけど、大日本帝国最強と言われた第七師団の方々もかなり面白いので、読んだことない方はぜひ漫画読んでみるといいかなと思います。今回はここまで。それではチャオ。